これね、私歌詞見てるだけでワクワクするんですよ。スターライトエクスプレスとかもご存知ですか？知ってますよ。英語で歌うのと日本語で歌うのとで全然難易度変わってくるのがこれミュージカルっていうやつなんですよ。ほんまにミュージカルの世界ってね、この方がヒロインやりがちですけれども、意外とな人多いんですよ。もう一曲ね、ディズニーの曲を歌いたいと思います。ちょっとね、英語でこの曲に関しては歌いたいんですけれども、ディズニーモアナと伝説の海より How Far I'll Go をね、歌わせていただきます。私この曲歌うたんびに言ってますけれども、なんでモアナ英語で歌うんっていう話なんですけど、私このモアナの英語版の歌詞めっちゃ好きなんですよ。モアナのオリジナルですね、ワンの作曲をされた方、作詞もですねが、リンマニュエル・ミランダさんっていう方でね、私大好きな方なんですよ。クリエイターさんでね、俳優さんでもあるし、ラッパーでもあるし、歌手でもあるし、映画監督なんかもやったりするし、こうやって曲も作るしっていう、もう本当になんていうかね、天は2物も3物も与えるみたいな感じのね、もう大天才が作ってるんですけど、この曲でもこれね、私歌詞見てるだけでワクワクするんですよ。この英語の歌詞を見てるだけで。だからね、もちろん日本語のディズニー版の歌詞もとってもよくね訳されてるなっていうふうには思うんですけれども、やっぱりでもオリジナルのリンマニュエル・ミランダさんの歌詞にはね、やっぱワクワク感ではかなわないんですよね。だからどうしてもね、リンマニュエル・ミランダ作品に関してはね、英語で歌いたいっていう自分の中の、こだわりがありまして、 How Far I'll Go に関してはね、いつも英語で歌わせていただいております。めっちゃ詳しい、そうでしょ私ね、ブロードウェイミュージカルが大好きなんですよ。はい、だからもう毎日インスタとかね、X とかでガーって海外のっていうかアメリカの、ミュージカル情報流れてくると必ずチェックしてるんですけれどもね、そんな感じで割とこうアメリカの舞台事情とか、ディズニーと結構ブロードウェイのクリエイターって重なってるっていうか、ブロードウェイで活躍した人がそのままディズニーに呼ばれてディズニーで曲作るっていうねパターン多いんで、結構ね詳しいんです。オタクなんでございますけれども、はい。ミュージカルめっちゃ詳しそうですね。スターライトエクスプレスとかもご存知ですか？知ってますよ見たことあります。はい、アンドリュー・ロイド・ウェバーさんのね作品ですよね。これね、私海外プロダクションの方たちが日本に来た時に、見に行きました。もうあれ何年前かな、もう多分30年以上前になると思います。に見に行きまして、で新幹線役をね川崎麻世さんがされてたのめっちゃ覚えてるんですよそうそう、もうそれ以外は海外からのね役者さんが、されてたんですけれども、スターライトエクスプレス大好きで、もう本当にその当日見るまでの間に何回も何回も曲を聴いて、もうしっかり頭に叩き込んで、ミュージカル見に行く時はいつもそうしてるんですけれども、この曲もすごいたくさんね聴き込んで見に行ってね、すごく感激したの覚えてます。ローラースケート履いてね歌って踊ってね、本当にあれは役者さんたちどうなってんねやろって思いますね。よう歌えるなって、あんなローラースケート履きながら。ほんでこの背中のところにねハンドルついてるんですよね。皆さんねスターライトエクスプレスご存知ない方は何の話してんねんって感じだと思うんですけれども、皆さん背中にハンドルつけておるんですよ。でそのハンドルをこう持って、皆さん電車っていうかね車両っていう設定なんで、登場人物が人間じゃなくてね、この前の人のこの腰のハンドル持ちながら一緒にローラースケートで走るみたいな、そういうそれでレースするみたいな、そんな感じの、ストーリーっていうか作品なんですけれどもね、すごくエンターテインメント性が高くてねいい作品なんですよ。はいそうです川崎麻世さん出てました。バブルの頃でしたね、懐かしいですということで、そうなんですよ。ほんでね、川崎麻世さんがちょうどね私の前をスーって通りはった時にね、私に向かってじゃないと思いますよ、たまたまやけれども、私の前通った時に1番って言いながらねこう横切っていかれたのでめっちゃ覚えてますよ。日本語聞こえてきたみたいな感じでね、本当に思い出深いね作品になりましたけれどもね、あんまりアメリカではやらないですよね、スターライトエクスプレスね。ヨーロッパの方ではちょこちょこリバイバルとかラテン系の国でもね割とされてるみたいですけれども、私はブロードウェイが大好きなんで、ブロードウェイではなかなかちょっとスターライトエクスプレスリバイバルしてくれないんでね、してほしいななんて思ったりしてるんですけどね。そのうちねスターライトエクスプレスの曲もうちのチャンネルで扱わせていただいたらなと思うんですけど、何しろ多分知ってる人少ないと思うんで、ちょっとねマイナーを触るとね
何やってんねやんこいつみたいな感じになるんでね、どうしてもディズニーとかに行きがちなんですけれども、私の大好きなね作品について触れていただいて、こうやって語る機会ができました。ありがとうございます。そうなんです、知らないと思います。そうだと思う。いやでもね、以前ねうちのチャンネルにコメントくれた方で、ロンドンでスターライトエクスプレス見ましたっていう風なコメントくださった方いらっしゃるし、そうそう、割と知ってる人知ってますよ。ほんまにこういうマニアの界隈では名作として知られてるっていうことやと思うんですけれどもね。はい、というわけで、一応私キャッツのメモリーは自分の名刺代わりの曲なんてずっと言ってきたんですけれども、ここに及んでですね、ちょっと歌い方を変えてみようかなっていうふうに思ってまして、終盤の最高点のお願いのところですね。今まで、ミックスボイスって言って裏声と、地声の中間みたいな感じで歌ってたんですけど、それじゃどうしても迫力がないなっていうのと、やっぱり海外の女優さんたちが歌ってんの聞いてると、ここはねやっぱり実声でバーンって出してはるんですよね、力強く。だから私もやっぱりね海外のっていうかブロードウェイの女優さんにすごく憧れてて、あんな風に歌いたいなと思ってこういう活動させてもらってるので、自分もそれに倣ってですね、ここの部分を実声でかましたいなみたいなかますってね、っていう風にちょっと実は思ってまして、今ちょっとねそれを練習中なんですよね。裏声から実声に切り替えていくっていう練習をしてまして、ちょっとまだまだねやり始めたばっかりでリスクが高いので、たくさんの方の前で恥かきたくないなと思って今日はねちょっとミルクちゃんがすごくね興奮気味なんですよね。ピー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 、さっきのお願いのところもねビーってすごい声でね、うるさいぞ言って言われました。これね英語だったらここの部分タッチミーなんですよ。でタッチミーだとすごい歌いやすいんですよ。けれどもお願いってめっちゃ歌いにくいんですよ。いいっていうのがね、ごめんなさい、もうこれお前言い訳やろって言ったらほんまにそれもただの言い訳なんですけれども、英語で歌うのと日本語で歌うのとで全然難易度変わってくるのがこれミュージカルっていうやつなんですよ。ほんまにやっぱり海外っていうかね、やっぱアメリカとかイギリス発祥の文化じゃないですか、ミュージカルって。だからミュージカルって英語にはねすごくなんていうのかな、フィットするというか、もうそもそもミュージカルって英語向きっていうか、英語がそもそも歌唱向きっていうんですかね。に対して私個人的な意見なんですけど、日本語とミュージカルって結構相性悪いと思ってるんですよ。だからこういうロングトーンのところとか高音、しかもそれをできれば実声で出してほしいみたいなところを日本語で歌うのって相当難しいです。英語で歌うよりもめちゃめちゃ難しいと私は個人的に思ってまして、はい、そうなんですよ。だからこれねよっぽど英語で歌った方が簡単やって話やけれどもね、やっぱり聞いてくださってる方が日本人なので、できれば日本語で歌いたいということでね、今日初めて人前でチャレンジしてみましたけど、実声っていうかベルティングで出すっていうのをね、失敗しました。すいませんSuch a good song. Yeah, it is. I love this song. I want to master this song, especially the climax at the end. I don't think I could sing well today, but maybe sometime I will. あと当日まで4日間しかないんでね、仕上がらなければもうちょっと今回ミックスボイスで歌って、でも引き続きこの曲は、実声で歌うっていうやり方にね切り替えていきたいなというふうにね思います。It's hard, but I think you're doing really well. Thank you very much. But I must, yeah, I must do better. I must do better. 今日はね隣のトトロでジブリから始めさせていただいたんで、ジブリで終わろうかなと思います。というわけで、紅の豚より時には昔の話をね、これはもう超絶アルトの曲ですよ。めっちゃアルトの曲ですよ。これを歌いたいと思います。はい。で、愛さんはアルトなんですかっていう話なんですけれども、一応なんか声楽の先生に声を聞いてもらうといつもソプラノとは言われます。ソプラノとは言われるんだけれども、サブチャンネルではお話ししたことあると思うんですが、女子校出身なんですよ。1クラス50人ぐらいのクラスで、音楽の時間になると島が3つに分かれて座らされるんです。
でその3つの島っていうのはそれぞれソプラノ、メゾ、アルトっていうふうに分かれてて、歌の授業の時はその3部で分かれて歌うっていうのがやり方だったんですよ。で一応私は当時ですね、10代の頃の私ですよいやでも自分はやっぱソプラノやってめっちゃ思ってたし、高音出せるし言って、もうぜひぜひ自分はソプラノの席座りたいってずっと思ってたんですよ。なんだけれども G の声が低いし低音が出るもんだから絶対ソプラノにさせてもらえないんですよ。音楽の先生が決めるんです。全員の声聞いて、この子はソプラノやな、メゾやな、アルトやなって言うんで、年の初めに決まるんですよ、パートが。けれども私、中学高校6年間いましたけれども、一回もソプラノの席座ったことないんですよ。ずーっとメゾ、アルト、ずーっと。ほんでね、もうこのことに私はやっぱりずっと不満を覚えてて、というのはやっぱりソプラノって花形じゃないですか。メロディーというか主旋律を歌わせてもらうしてるし、やっぱりなんだったらソロがあるのってソプラノのパートなんですよ。メゾ、アルトっていうのはやっぱりどうしても光が当たらないと当時は思ってた。今は違いますよ。今は違うけど当時はそう思ってたんで、私をソプラノの席に座らせてくれってずっと思ってたんですよ。けれどもやっぱりね、低音が出る子が少ないから、だからアルト、時にはアルトに回されるし、でメゾはやっぱりソプラノとアルトに挟まれて音が取りにくいパートだから、じゃああなた割としっかり歌えるからメゾねみたいな感じでメゾの席に座らされて、しかも一番後ろなんですよ。一番後ろから私の声が聞こえてきたら前の方に座ってる席の子たちは私の声聞いて音取れるでしょ。だからめっちゃね、なんていうんかな、歌いたくて仕方ないし、言い方悪いけれども目立ちたくて仕方がなかったのに、いつもなんかね、一番後ろの席の、しかもメゾ、アルトの席でね、もうなんでやねんってね、6年間ずっと思ってたんですけど、ただやっぱり大人になるにつれてね、やっぱ低音の魅力っていうのをすごく感じるようになってきたし、やっぱりミュージカルの世界ってね、どうしてもやっぱソプラノというか高音の方がヒロインやりがちですけれども、でもその人たちの歌よく皆さん聞いてみてください。意外と低音出てない人多いんですよ。だからやっぱ高音っていうかソプラノを歌える人ってやっぱりすごく華々しくて綺麗な声で、よく日本語で言うところの透き通った声とか鈴の鳴る声みたいなことを言われてるけれども、よく聞いてください。低音出てますか、その人たち。そこなんです。クリスティーヌもそうなんです。クリスティーヌもだからもう最後の高音出るかどうかっていうところで確かに私も、こだわってやってますけど、それよりも最初の夢の中でここを歌えますかっていう話なんですよ。高音が出ると同時に低音も出せないといけないので、やっぱりね、海外のミュージカルっていうのはすごくレンジっていうんですかね、音域が広いので、それを歌いこなせるかっていう話なんですよね、ソプラノだからといってっていうので、私は今はソプラノと言われることも全然嬉しいんですけれども、ミュージカルの世界はメゾこそ本物だって思ってるんでだからね、メゾとかアルトとかの方で頑張りたいなっていうふうにね思ってるんですよ。昔こそねソプラノに憧れましたがね、今はやっぱり低音が出るっていうことはね、すごい宝だなっていうふうに思います。高音っていうのはトレーニング次第で出せるようになりますけれども、なかなかね低音っていうのはその人のもともと持ってる声みたいなところに割と依存するんじゃないかなと思ってますので出せないし、やっぱり中低音域が魅力的な歌い手さんって素晴らしい、どのジャンルにおいてもね素晴らしいなって思いますんでね、そんな感じなんです。愛さんの低音は迫力があって好きです。すいません、もうその言葉が欲しくてねこの話してるみたいな感じで恐れ入りますってなもんなんですけれどもね。そうなんですよ、昔はねソプラノになれなくてね本当に苦渋をなめた、時代があったんですけれどもね。